るステッピングモーターができました。やったー。今まで誰も教えなかった。こんにちは、さよです。どもどもー、66でーす。今回は研究中だったステッピングモーターについて良いお知らせと悪いお知らせを持ってきました。ではまず良いお知らせです。1メートルの棒の先の 100kg のバラストを自由に回したり止めたりできる、つまり約100ニュートンメートルのトルクと静止能力があるステッピングモーターができました。やったー、かっこいい。これは軽自動車のエンジン10台分のトルクに相当します。棒の長さを30センチにすれば計算上は1トンのバラストを持ち上げ可能。次にこの仕組みができたきっかけをお話ししましょう。経緯はこうです。ご主人はとある収録でゴムタイヤを作りました。これは部品数も少なくて高いグリップ力の良いものができたと。ですが押しても引いてもハンドルが曲がりません。ここでようやくゴムタイヤが流行らない理由に気がつきました。そうです。地面へのグリップ力が強すぎて曲がらないのです。この時ご主人は絶望ではなく衝撃を受けました。こんなに強い力でグリップできるならあれができるのではと思いました。そのあれというのがこれです。今まで誰も成し得なかった 100kg 以上の荷重も回せる高トルク90度変更ギアです。そもそもなぜ今までできなかったのか。原因の一つは物理エンジンにありがちな当たり判定仕様のためです。歯車にかかる力が弱いうちは物体の形通り当たり判定が機能しますが、力が大きくなるにつれて当たり判定は小さくなっていきます。これは強い力で押し込むと物体同士が食い込むという継承で、すでに何度も体験しているはずです。こうなってしまうと隙間が空いてしまっているのでトルクを維持できるはずがありません。歯車同士を食い込み気味に調整してもそもそもの当たり判定が小さいので滑ってしまいます。そこでこのタイヤです。パーツが極端に大きいので食い込み気味に設置すれば当たり判定が小さくなっても滑りません。そしてこれができるならもっと組み合わせて減速機やステッピングモーターもできるのではないかとご主人は愚かにも考えてしまったのです。そして作ったのがこちらなのですが、後から考えると明らかに大きな問題がありました。皆さんにはわかるでしょうか。まずここが普通の双方向モーター、そして最初の小さな歯車、その回転を減速しつつトルクを当てる大きい歯車と小さい歯車のセット、さらに減速してトルクを当てる最後の歯車。これで一応回転速度を下げ、好きな角度で止めて、大きな荷重がかかっても角度を維持できた。やったか。いや、何かおかしい。ご主人は思いました。空回りが多すぎるし、歯車が全然食い込んでないのに回ってる。歯車が食い込まないならその凹凸は一体何が吸収しているんだ。ご主人はいぶかしいんだ。これはそうです。ベアリング軸はバネじゃないですか。そして物体貫通とベアリングバネの優先度はこんなイメージです。モータートルク自体には物体を貫通できるだけのパワーがあっても多くの場合先にベアリングバネが負けてしまうのです。ではここからどう改良すべきなのか。肝は物体貫通を意識しつつも調整はベアリングバネを使うことです。結論から申し上げます。歯車をたくさん使うと安定性が下がるのでできるだけ少ないギア数でトルク引き上げと減速をする。バネで回転を停止させるか独立した機構にするとバラストが変わるたびに別途調整が必要になる。そのためバネはモーター軸や歯車の軸を利用する。最終的に同物体に取り付けて使いたいので地面に固定せずに作成する。地面に固定されているとベアリングの硬さが変わってしまうからですね。この条件に合うように1ヶ月かかりで研究したものが最初にご紹介したステッピングモーターになります。軸のバネ強度を調整するためにバラストをいろいろつけています。ゴムを長くすることで間をモーター軸が貫通するのを阻止しています。とても快適に回りますね。もう一つの工夫はモーターにベアリングをそれぞれつけることで軸への通電により逆回転の電力を互いに再利用します。さて次は悪い方のお知らせになります。
計算上は棒を30センチにすれば1トンを使えるはずですが、実際にはベアリングの硬さをコントロールしながら調整する必要があります。物体付け外しで上がることもありますが、ベアリングが持ちません。相応のバラストを歯車側につけてバランス調整が必要です。ベアリング経由で極端に重いものを接続する使い方はできないかも。この装置にさらに歯車をつけることに成功していません。なぜうまくいかないのかというと、例えばそれぞれベアリングの軸接続が競合するように接続していくと、このように一つだけベアリングが正しい状態になります。他のベアリングバネが伸びた状態なので一つだけ極端に硬くなる。そういう言い方もできます。そのベアリングが物体付け外しのたびにランダムに変わってしまうのです。これと同じことがモーターとベアリングの間で発生します。そうすると接続する歯車の位置やベアリングの硬さが毎回異なるので、ちゃんと噛み合うように設置するのが難しいのです。つまり、現状は棒の先に重りをつけて回すだけの装置です。あと、軽自動車10台分と言いましたが、ギアを1速にするとトルクが10倍以上になるので、言い方を変えると軽自動車1台の1速くらいの最大トルクです。まとめです。1、約100ニュートンメートルのステッピングモーターが完成。2、高トルク90度変更ギアが完成。3、このステッピングモーターは気難しい。今は棒を振り回すことしかできない。4、めり込み、歪みに抵抗する強度は、物体、越えられない壁、ベアリングバネ。こんな感じでしょうか。問題も多いですが、これからの皆さんの新しい開発のきっかけにな。これに角度、センサー、つければ、その、サーボモータに、さ。